魔法陣にしか興味がない悪役令嬢、古代魔導書を読むために王太子と政略結婚を結ぶ。第1話、5歳児、床の魔法陣に恋をする。その日、リゼットは初めて、魔法陣を見た。場所は、シルバーの公爵家の応接間。暖炉の前の石床に、円と直線と、見慣れない記号がびっしり刻まれていた。普通の5歳児なら、多分こう思う。綺麗な模様だな。と。けれど、リゼット。と、シルバーヌは違った。その場でピタリと足を止め、床を見下ろしたまま動かなくなった。なんだ、これは。次女長のマリーが、すぐに異変に気づいた。お嬢様、どうかなさいましたか？返事はない。リゼットの視線は、完全に床へ縫い留められていた。六角形を土台にした外枠。その内側にピタリと接する円。円周上の3点から中心へ向かう線。さらに、それらと交差する細かな記号。しかもそれが、中心に向かって何度も、同じ規則で繰り返されている。これは、ただの飾りではない。意味がある。いや、ありすぎる。何？これ。ドクン、と心臓が跳ねた。5歳の小さな胸では受け止めきれないほど強い鼓動だった。線の太さ、記号の位置、交点の角度、全部が何かの目的に向かって組まれている。美しい。ぼっとするほど美しい。そして同時に、どうしようもなく気になる。その瞬間、リゼットの頭の中で、パチン、と何かが弾けた。青白いモニターの光。深夜のオフィスに響くキーボードの音。画面に並ぶ、記号と数字の列。数式、証明、論理、無駄のない仕組み。そして、完璧に組み上げたものが、寸分の狂いもなく動き出す瞬間の高揚。ああ、そうか。私、思い出した。現世の記憶がよみがえった。そんな穏やかな言い方では足りない。5年間すやすや眠っていた本来の思考回路が、いきなり全力で再起動したのだ。寝起きから全力疾走。脳にはあまり優しくない。論理の破綻が嫌いだった。美しい数式が好きだった。無駄なく組まれた構造を見ると、食事より睡眠より優先したくなる人間だった。そして今、その人間が5歳の公爵令嬢として目を覚ました。反復構造。ぽつりと落ちたつぶやきに、マリーの手が止まる。お嬢様、今なんと？振り向いたマリーは、そこで固まった。つい数秒前まで、淑女らしく優雅に歩いていたはずの令嬢が、床に、這いつくばっていた。お嬢様？絹のドレスの裾が、絨毯と石床の境目にバサリと広がる。そんなことは知ったことではない。とばかりに、リゼットは暖の前の石床へ顔を近づけた。近い。かなり近い。もう少しで鼻が床につく。素晴らしい。外周の円で全体を定義して、内側の六角形で条件を分岐させている。中心へ向かう線は自己参照。つまりこれは、再帰的に処理を繰り返す設計。お嬢様？床は汚れます。ドレスも汚れます。あと、公爵令嬢は床に張り付きません。マリー、静かに、今、処理の流れを追っています。処理？流れ？お嬢様、一体何のお話を？マリーの悲鳴は、右から左へ抜けていった。今のリゼットにとって、世界は床の魔法陣を中心に回っている。これが、この世界でいう魔法陣。知識としては知っていた。この世界には魔法がある。魔力を操るために、魔法陣という図形を使う。けれど、5歳のリゼットにとって、
それは絵本や紋章と同じ、きれいな模様だった。少なくとも、今日までは。違う。全然違う。これは絵じゃない。魔力を動かすための設計図だ。記号は命令。線は経路。組み合わせれば術式になる。要するに、最高じゃないか。前世で愛してやまなかった論理の世界が、こちらでは実際に炎を灯し、風を起こし、結界を張る。こんなものを見せられて、冷静でいるという方が無理だった。ただし、読み進めるほど、リゼットの歓喜は別の感情へ変わっていった。違和感、苛立ち、そして、許しがたいほどのもったいなさ。待って。何？この設計。リゼットは眉間に深いシワを寄せた。骨格は綺麗なのに、中身がぐちゃぐちゃじゃないですか。どうしてここで無駄な経路を挟むのです？この3つの記号、一つにまとめられますよね。それに繰り返しの終了条件が甘い。魔力が乱れたら止まらなくなる可能性があります。誰ですか？こんな穴だらけの陣を書いたのは、5歳児が床に向かって本気で怒っている。その光景だけで、マリーの精神力はゴリゴリ削られた。しかも用途がひどい。リゼットは、床をバンバン叩いた。暖炉の前の装飾？ただの飾り？冗談ではありません。これは微弱な火の魔力を集めて、持続的に熱を放つ術式です。なのに起動用の仕掛けが抜けている。つまり、眠ったままです。動かない術式なんて、置物以下です。構造への冒涜です。お嬢様。どうなされたのですか？悪霊にでも取りつかれたのですか？ついにマリーが限界を迎えた。背後からリゼットに飛びつき、どうにか床から引き剥がそうとする。しかし、リゼットも粘った。石床の溝に指を引っ掛け、5歳児とは思えない執念で抵抗する。話してください。マリー、紙とペンが必要です。今すぐ構造を書き出して、無駄を削って、完璧な形に整理しないと。整理？お熱です。絶対にお熱です。誰か、お医者様を。叫び声が廊下まで届いたのだろう。バタバタと慌ただしい足音が近づき、応接間の扉が勢いよく開いた。マリー様、どうなされましたか？お嬢様が苦霊に。お医者様を、今すぐ。廊下に悲鳴が広がる。遠くから、執事の低い声も聞こえてきた。5歳児の筋力では、大人の自助長に勝てるはずもない。リゼットはずるずると床から引き剥がされ、脇に抱え上げられた。あ、待ってください。せめてあの条件式だけでも確認を。手足をばたつかせながらも、リゼットの視線は床の魔法陣から離れない。応接間から運び出される最中も、宙を泳ぐ指先は見えない陣を高速でなぞっていた。魔力の3割を買収の定義に割り当てて、いや、それだと条件が崩れた時に全体が止まる。固定値にすべき？でも中心処理との接続が。お嬢様が壊れてしまわれた。公爵家の廊下に、自助長の絶叫が轟いた。1階から2階まで、次々と扉が開き、使用人たちが顔を出す。その全員に向かって、リゼットは脇に抱えられたまま、至って真面目に告げた。紙を持ってきてください。できるだけ多く。今夜は長くなりますので。屋敷中の使用人が、一斉に青ざめた。1時間後、医師の診断は、まさかの、異常なし、だった。リゼットが完璧な令状の声で、少し興奮してしまったようです。もう落ち着きました。などと言ってのけたせいである。医師は、一時的な疲れでしょう、とうなずき、マリーは、絶対に違います。
と食い下がった。残念ながら聞き入れられなかった。医師が退出し、泣き晴らした目のマリーも部屋を出ていく。扉が閉まった。その瞬間、リゼットはカッと目を見開き、布団を蹴飛ばした。疲れてなどいない。むしろ、人生で一番頭が冴えています。リゼットは窓辺に立ち、夕暮れに染まる公爵家の庭を見下ろした。今まで退屈だと思っていた世界。礼儀作法とお茶会と、似たような会話でできていると思っていた世界。それが今は、全く違って見える。この世界そのものが、巨大な設計図に見えた。しかも、まだ誰も読み切っていない設計図だ。魔法陣。魔力を制御する術式の言語。しかも、誰も本当の可能性を引き出せていない。穴だらけの未開拓領域。リゼットの薄紫の瞳に、知的好奇心の炎が灯る。唇が、自然と弧を描いた。最高じゃないですか。リゼットはくるりときびすを返し、部屋の隅の書き物机へ向かった。引き出しから、白紙の束と羽ペン、インク瓶を取り出す。まずは、暖炉の陣を記憶だけで再現します。そこから基礎構造を解析して、この世界の魔法陣の規則を洗い出す。夜は長いですからね。羽ペンが紙の上を走る。カリカリ、カリカリ。それが、リゼットの長い長い探求の始まりだった。そして、1時間後、リゼットのペンが止まった。まずい。暖炉の術式を解析するうちに、気づいてしまった。この設計の癖は、あの一枚だけのものではない。この世界の魔法陣は、多分同じ連続で作られている。だとしたら、この国の防衛結界も、同じ欠陥を抱えている可能性がある。この国の結界。リゼットは、羽ペンを机に置いた。設計が、間違っています。計算してみる。何度考えても、結論は変わらない。数十年に一度の魔力嵐が来れば、この国の結界は崩壊する。その声は部屋の中に静かに消えた。誰も聞いていない。ただ、5歳の幼女だけが、その事実の大きさを一人で抱えていた。第1話、5歳児。床の魔法陣に恋をする。終わり。